っかりとシールでね、色味をこう各所ね、再現してるって、中もしっかりシールで再現されてます。これで、ブンブンジャーロボポリスになります。ポーズを取らせると、このような感じになります。これで、ブンブンジャーロボビルダーになります。ポーズを取らせると、このような感じになります。これで、ブンブンジャーロボナイトになります。ポーズを取らせると、このような感じになります。これで、ミニプラ版ブンブンカー全合体モードになります。素晴らしい。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。爆上げ戦隊ブンブンジャーよりミニプラ爆上げ合体シリーズ02ブンブンカーセットです。それでは見ていきましょう。ということでね、はい、ついに来ましたミニプラ第2弾ですね。はい。で、これセット箱になってて、これ買えば6種類全部ね、揃っちゃうよっていう感じのものになっております。で、これブンブンカーだけのセットなので、こう合体させたい場合は、01のね、このブンブントレーラーとかね、買う必要がありますよということで、ちょっと中身ね、見ていきましょう。はい、来ました。はい、1番から6番までセットになってます。で、これがブンブンパトカー1、で、ブンブンパトカー2、ブンブンショベル、ブンブンドーザー、ブンブンクラシック、ブンブンレーシングといったね、感じになっております。はい、ということで、こんな箱ですね。はい。これが、ブンブンジャーロボポリス、ブンブンジャーロボビルダー、そして、ブンブンジャーロボナイトですね、にそれぞれなれると。じゃあちょっとね、一箱開けてみましょうか。はい、この開ける瞬間がね、めちゃくちゃに気持ちいいんだよね。はい。これ無限にやりたいよね。なんか昔そういう商品あったけど、はい。で、ここをね、はい、開きまして、で、中にランナーと、こちらね、説明書シール、そして、ラムネ、で、内側がこの説明書になっているということでね、すべて組み立てていきます。ということで、すべて完成したので、見ていきましょう。まずは、こちら、ブンブンパトカー1ですね。はい。こちらがミニプラバージョンで、これがデラックスバージョンとなっております。もうめちゃくちゃね、ちっちゃいんですけれども、はい。しっかりとシールでね、色味を、こう各所ね、再現してるって、この裏のね、この細かい造形まで再現しております。で、さらにね、やっぱすごいのがこのちっちゃいタイヤ。これがしっかり回るんで、こうやってコロコロね、さして遊ぶこともできます。で、このブンブンパトカー1には、こちら、はい、ブンボットですね。はい、こちら。ブンボットもデラックス版と比べると、こんな感じになってます。しっかりと細かい造形とかね、再現されております。で、デラックス版だとこれの中に、このブンブンさんの顔が入ってるんですけれども、これはもうこのままですね。はい。っていう感じです。で、ロボットにした時の、交換用のね、動く、頭がついております。はい。で、次、こちら、ブンブンパトカー2です。はい。これもデラックス版と比べてみましょう。こんな感じになっております。はい。しっかりとね、各所再現されております。はい。こんな感じです。そして次。ブンブンショベル。はい。これもデラックス版と比べてみましょう。こんな感じになっております。はい。こんな感じですね。はい。まあ、上のところ、これが合体した時の頭部になるんですけれども、この中身がちょっとね、肉抜きになってるところとかかな、はい、はありますが、しっかりとね、はい、こう、シールで各所再現されております。はい、こんな感じです。で、これもね、タイヤがしっかりついてますので、こうやって、コロコロね、転がすことができます。で、さらにこれ合体させた時の頭部ですね。はい、こうやって首を動かせる用の頭部もついております。はい、そして次こちらブンブンドーザーです。デラックス版と比べるとこんな感じです。はい、こうなってて、これもしっかりと再現されております。で、このブンブンドーザーにこちらこのパーツがついてるんですけれども、
これは武器にした時に見栄え重視にするパーツなんですけれども、これをね、このブンブンカー状態でも一応取り付けることができまして、この上の黒いのを外してここに取り付けるんですけど、こうやってね取り付けるとなんかこの普通のブンブンカーの状態でもめっちゃかっこよくなるっていう、ここに立体感が出てきて、はい、っていうね、はい、これまた武器にするときにね取り付けようと思います。じゃあ次、はい、こちら、ブンブンクラシックですね。はい、これデラックスと比べるとこんな感じになっております。はい、そうですね。しっかりとこのゴールドの部分とか再現されております。はい、こんな感じですね。はい、これもこうやってコロコロね、はい、させることができます。で、このブンブンレーシクラシックが結構この付属品ついてまして、これはね武器にした時に交換する用のパーツなので、その時にね説明したいと思います。はい、で、ラストこちらブンブンレーシングですね。はい、デラックス版と比べるとこんな感じになっております。はい、しっかりとね各部再現されております。はい、こんな感じですね。でね、これちょっとシールミスって、このサイドミラーのところがねちょっとミスってるんですけれども、はい、これ結構シール貼るのね難しくて、特にこのブンブンクラシックのこの中身のここのねシールがねめちゃくちゃ難しかったので、お子さんだけで作るのはちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。はい、なのでね大人の方がね作ってあげたり手伝ってあげたりっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、こちらね合体した時の可動用の頭部もついております。はい、こんな感じです。で、こちら第1弾のブンブントレーラーですね。はい、とかあとこちらブンブンカー、はい、ワゴン、ブンブンワゴンとブンブンオフロードと並べるとこんな感じになっております。はい、大体全部ね大きさ同じですね。なんかめっちゃねちっちゃくて可愛いんですよね。はい、で、これらねアタックモードに変形させていきましょう。一応このブンブントレーラーを、ゲートモードにねしてからやりましょうか。はい、このように開いてあげて、でここをパカッと開くと、はい、これでゲートモードになります。で、デラックス版だとここにね、はい、こうやってガチャッと差し込んで、でこれを前にスライドしてあげればここでアタックモードになるんですけれども、これはもう手動でね、はい、ミニプラなのでやってあげましょう。はい、アタックモードです。で、こちらもやっていきましょう。これを開いてあげると、はい、こうですね。でちょっとここも開いておこうか。はい、開いておきましょう。はい、で、あとはパトカーですね。パトカー1、はい、これ開く。はい、こんな感じです。はい、中もしっかりシールで再現されてます。で、こちらこれもこのように下の部分をね引っ掛けてくるっと回転してあげると、はい、この重工のとこも黒いシールで再現できます。はい、で次これですね。このブンブンショベルはそう、ここのアームの部分しっかりこう動かすことができます。で、これを回転させて、はい、こうやって持ってきて、でちょっと浮かすというね、はい、これでアタックモードになります。で、ブンブンドーザーはこの前の部分をくるっと回転させると、はい、これでアタックモードになります。で、ブンブンクラシックはここ開いてこの剣先を取り出すと、はい、これでアタックモードになります。で、最後ブンブンレーシングですね。これはこうパカッと開いてあげれば、はい、これでアタックモードになります。っていう感じで、全てね手動でアタックモードにする必要がありますと。それでは、このまずはね、ブンブンジャーロボね作
作っていきましょう。まずはこの腕を戻して体を回転でパネルを閉じて開けて、反対側もパネル閉じて腕下げて体を回転して、で真ん中でくっつけて上げます。で立たせると。で腕をこのように下ろして上げて、で後ろ畳んでマントを開いて上げて、で前の部分に顔を持ってきてあげて、でこのブンブンカーたちをこの腕、そして反対側にもこのようにね取り付けてあげれば、はい、これでブンブンジャーロボになります。ブンブン作りタイヤですね。はい。で、この状態から、このね合体やっていきましょう。まずはこの腕のこのブンブンカーを外してあげます。でここの頭もこのように、はい、稼働させてこのように後ろにね持っていってあげます。でこうなると。でまずはこちらブンブンパトカー1ですね。この頭をこうやって引き出してあげて、で下ろすと。でその上にこの帽子みたいなやつをこうかぶせてあげる。はい、これで頭部になります。でこっちね、はい、ブンブンパトカー2はパカッと割ってあげて、はい、回転してここから取っ手を取り出す。反対側も稼働させて取っ手を取り出してあげます。はい。でこの外側がね、金色になってるところをねこうやって、持たせてあげて、でこれをここの背中見えるかな、これレールがねあるんですけれども、こっちにもレールがあります。これをスライドしてこうやってね、くっつけてあげると、これね結構ね深くまでスライドできちゃうんですけど、もうちょうどいいぐらいのところで止めてあげた方がいいと思います。はい。でちょっとポーズを取らせてあげると、これでブンブンジャーロボポリスになります。バンバン打ちタイヤですね。はい、素晴らしいですね。こんなに小さいのにね、ブンブンジャーロボポリスをしっかりと再現してる。こんな顔もね小さいのにしっかりと再現されております。で、これのねすごいのが、はい、これ一旦取り外してこちらの、はい、稼働できる頭部に変更できるんですけれども、これのね、ここの下の部分を開きます。これめっちゃちっちゃいんですけど、これ開きます。そうするとこの頭を外すことができるので外してあげて、でここの開いた部分の下に穴が開いてるので、そこにこの交換用の頭部をくっつけてあげて、でその上から、はい、この帽子をかぶせてあげると。はい、これで、さっきの顔よりね、ちょっと大きくちょっとなってるのと、帽子を取ればいけんのかな。はい、こうやってあげれば、いけますね。はい、こうやれば普通に顔を動かせるようになるね。はい、でこれをまた戻してあげると、ほらこれ結構どこまでもね刺さっていっちゃうんで、結構この浅めのところでやめといた方がいいかもしれないですね。はい、でこうやってね頭部を取り付けることができます。ポーズを取らせるとこのような感じになります。めちゃくちゃにかっこいいね。本当にミニプラに求めていることが最大限発揮できますね。このやっぱミニプラってデラックスと違って可動があるんでね、こうめちゃくちゃポーズを取らせたいんですけれども、もう取らせたいポーズが完璧に取れるっていうね。はい、こうやって腰回したりとか、膝めっちゃ曲げたりとか、あと肘ねこうやってめっちゃ曲げたりとか、あとはこの首ね、首をこうちょっと
顎を引く形で、ピントがね、合ってないですけど、この顎をこう引くっていうね、ポージングもできるっていうところね、素晴らしいです。はい。で、このマントをね、ちょっとこう曲げたりして躍動感も出せますし、このスタンドにね、こうやって取り付けるっていうこともできるので、素晴らしいです。それでは次はこちらの2つね、合体させていきましょう。まずは、こちら、ブンブンドーザーを変形させてあげて、はい。これでハンマーモードになります。で、この時に、ここが、若干隙間が空いてるってことで、このパーツをね、取り外してあげて、さっきのこの見栄え重視パーツをこう取り付けてあげることによって、ここの隙間がなくなるっていうね、見栄え重視パーツになっております。で、これをこのように、はい、持たせてあげて、で、こっちですね。はい、これ開いて、で、このように角させてあげて、で、これを頭ね、出してあげて、で、ここで、これね、はい、このパーツを、はい、ここの部分にスライドしてあげます。これも押すと結構下までいっちゃうので、このぐらい、ここの底面とここがね、同じぐらいの高さになるようにして、で、これもスライドするときに、最後までスライドさせちゃうと、顔の位置が真ん中からずれるんですよ。なので、これを最後までスライドさせずにちょっと止めてあげると、ちょうど顔が真ん中にね、来る感じになります。はい。で、ちょっとね、ポーズ取らせてあげて、これで、ブンブンジャーロボビルダーになります。ゴンゴン砕きタイヤですね。はい。こんな感じになっております。いや、素晴らしいね、本当に。この顔もね、しっかりシールで再現されておりますし、ね。はい。で、これもこのように、交換用の頭部がついてくるので、もちろん交換することもできます。で、交換するときは、これを一旦このように戻してあげて、はい、これも畳みます。はい。で、ここの穴にこれ差し込むんですけど、このまま差し込むと、この首のこの根元が埋まっちゃうので、一旦取り外してあげて、から、ここに、はい、くっつけて、で、これを戻してあげると。はい、こんな感じですね。で、これは本当にこう、どこまでもね、このぐらい、はい、もう行くんですけれども、もうちょっと高い方が顔見えやすいんでね、はい、このぐらいがいいかなと思います。で、こうやって首を回転させることができると。はい。いいね。はい。こういうね、付け替えパーツ、見栄え重視パーツみたいなのあるってところが、ね、デラックスとの、違うところになりますのでね、はい。こうやって、はい、付け替えることができます。で、またね、ちょっとポーズ取らせてみましょう。ポーズを取らせると、このような感じになります。素晴らしいね、本当に。こう足をめちゃくちゃ上げて、で、膝曲げて、で、このね、肘曲げたりとか、この首をこうね、ちょっと横向けて、で、顎引いてみたいなね。はい。この顎引くっていうのが結構ほんとポージングで大事になってくるんでね。はい。で、この体をね、こう回転させたりだとかね。はい。できるっていうところ、本当に素晴らしいと思いますね。めちゃくちゃにかっこいいです。それでは最後ね、こちら合体させていきましょう。まずはこちら、ブンブンクラシックの持ち手を取り出して右手にねつけてあげます。で次ブンブンレーシングね、これ開いて、でここ畳んで、で、この頭を回転させてあげると。で、ここでこちらね、はい、このブンボットのこのパーツをここにまた差し込んであげて、で、これ横から、はい、スライドさせます。でこれまた最後まで、差し込み切らずに途中でちょっとね止めてあげると、はい、そうすると真ん中に行きますのでね、はい、
で、まあちょっとね、ポーズ取らせてあげて、これで、ブンブンジャーロボナイトになります。ザンザン切りタイヤですね。はい。やっぱナイトね、めっちゃかっこいいですね。僕めっちゃ好きな、このフォームですね。はい。で、このナイトね、ここがこうやって回転するので、こっち向きこっち向きだったら、この状態でも結構顔ね、稼働させたりできるので、はい、全然このままでも良いのですが、これにもね、もちろん、この可動パーツがついてるので、やっていきましょう。まずこの頭、ここを、はい、外します。で、畳むと。で、これを、ここにもう一度戻します。で、こちらの頭部パーツをつけるんですけれども、一旦これ外してあげて、ここに、はい、差し込んであげると。はい、こんな感じですね。で、これを戻してあげます。で、このね、クラシックのこの剣先も、こちらのもう2倍ぐらいの長さのね、剣に変えることができるのでね、変えていきましょう。はい。こんな感じになります。で、ちょっとね、ポーズを取らせると。ポーズを取らせると、このような感じになります。迫力ありすぎますね。これは。めちゃくちゃにかっこいい。やっぱり、この、頭身が長くなったことによって、だいぶ迫力が変わりますね。これを、まあ、ちょっとね、例えば、この長さだったら、ほら、めっちゃ短いじゃないですか。こうやって見ても。だけど、これがもうこんなに長いから、この剣をね、後ろにやったとしても、もう目立つっていうね。はい。素晴らしいですね。はい。こんな感じになっております。いや、最高にかっこいい。もう、ほんと、どんなポーズをね、取らせても、もうバシッとね、決まるんで、はい。もうこうやって全然スタンド使わなくても、この安定感もありますしね、こうやってポーズ取らせることがね、できると。いや、めちゃくちゃにかっこいいです。そして、こちらのね、パーツありましたけれども、このパーツね、何に使うのかっていうと、はい、一旦これを取り外して、で、このブンブンオフロードと、はい、ブンブンワゴンをちょっとね、取り付けてあげます。で、こうした時に、はい、このブンブンクラシック持たせたくても、この拳の部分をこの手が邪魔しちゃって持たせられないんですよね。こうやってね、どけたら持たせることができるんですけど、それだとちょっと不自然ですよね。っていう時に、このパーツを外してあげて、はい、こちらのね、パーツを取り付けてあげることによって、なんとこの拳からちょっとずれてるのでね、はい、このパーツが。なので、このブンブンワゴンをつけた状態でも、はい、このブンブンクラシックを持たせることができるというね、はい、これ劇中でもありましたね、こういうシーンが。はい、なので、その劇中再現ができるというね、はい、素晴らしい、ね、めちゃくちゃかっこいい。ほら、この、やっぱ左手にワゴン、ブンブンワゴンつけたまま、このブンブンクラシックも持たせることによって、より強そうにね、なんか見えますよね。はい、っていう感じのこともできますと。はい。じゃあ、今回のね、はい、この02のね、ブンブンカーたちも、こう合体させてみましょう。肩に取り付けてあげて、で、この上の部分に、このね、ブンブンパトカー1をこうくっつけると。はい。ちゃんとね、デラックスみたいに、このジョイントにね、くっつけられるのいいですね。はい。こんな感じで。で、ここはちょっと開いて、ここに、はい、この、ブンブンドーザーのハンマーを持たせてあげましょう。で、こちらね、はい、ブンブンパトカー2。これは、この足のところに、こうやって装着して、あ、そうだ、ミニプラは、これね、回転がないんでね、まあ、この横につけるままですね。はい。で、こうやってね、装着してあげて、これでミニプラ版ブンブンカー全合体モードになります。素晴らしい。
いや、ミニプラでもね、これが再現できるっていうの嬉しいですね。しかもこの、ね、剣長くなってたりとか、このハンマーもね、見栄え重視になってたりとか、ね、あと顔も動かせたりとかっていう、この、デラックスとはまた違った雰囲気のね、このブンブンジャーロボに仕上げることができるっていうところね、やっぱりしっかりデラックスとの差別化ができててね、楽しいなと思います。はい。ということで、今回の動画以上になります。ということで、なんかね、皆さんコメントなどありましたら、ぜひね、コメントよろしくお願いします。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。